空が青いなはい、おはようございます。今日は2月9日月曜日でございます。はい、昨日おとといのね、雪も、降り終わりまして、はい、すっかりね今日もは晴天でございます。はい、ただ気温がね、やはり寒いということで、低いでございますが、まあ何やらね午後は暖かくなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はねやりたくないんですけど、耕運機、管理機ですね、はい、こちらのね修理をしていきたいのと、午後はね、4軒や借家のねまた解体に行ってまいりたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちらこちら、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、こちら管理機耕運機なんですけど、キャブレターをね外しました。で、こういう構造なんですね。だからちょっとなんか今まで見たキャブレターとちょっと違うんですけど、ホンダ純正のキャブなんですかね。はい、ということでちょっとこれをね掃除しましたんで、組み立てていって、よいしょ。そして、取り付けて動くかどうか確認したいと思います。はい、じゃあね組み立てていきます。こうか。君はこうじゃないや。君はこうだ。これでカバーつけていきます。はい、じゃあね、蓋を閉めました。ということでね、これでエンジンかけてみたいと思います。はい、じゃあエンジンかけてみたいと思います。かかりませんね。じゃあね CRC 入れて、よし、かかるかやってみたいと思います。よいしょ。じゃあねちょっとねなんかここのねアクセルのところが、おかしいような気がするんで、これちょっと一旦外してそれでかけてみたいと思います。
煙い、すごい煙い。はい、ちょっとね、ここのやっぱアクセルのところがですね、このスプリングをつけてしまうとこっちに戻されるんですね。だけど始動時はこっちに行ってほしいんですけども、こっちね。ところがこれ戻されちゃうとアクセル全開になっちゃうんですね。でアクセル握るとこれアクセル全開状況なんですね。だから始動時はこうしていてほしいんですけど、もう常にアクセル全開になっちゃってるということでエンジンかかんないと。でこれ外してですね、よいしょ、これをねこっち側にやるとエンジンはかかるということですので、このクランクの機構がちょっと悪いと思うので、今度ここをねバラして調整したいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、外は寒いでございますがね、ちょっと幸運期の方はまた治りませんでした。エンジンはとりあえずかかるようになったんですけど、ちょっとアクセルのね調整をしないといけないということでございますんで、また次回やりたいと思います。はい、それではね、皆さんね、ちょっと寒くて風邪気味でちょっと鼻が詰まってる、ここね鼻が詰まって苦しい方っていらっしゃると思うんですけども、私もそうなんですけど、鼻詰まりになったらですね、ここの頬骨をね、こうやって開くとですね、ずっとそうだな、5秒10秒15秒ぐらいこうやってやると鼻が通りやすくなりますんで、ぜひやってみてください。僕はねこうやってやるのが一番いいかなと思ってるんですけど、手のひらでね、そうするとね自然とですね鼻が通りやすくなります。はい、そうするとねすごく楽になりますんでね、皆さんぜひ一度やってみてください。はい、どうでもいいですかね、そんなことね。はい、ということで、午後からまた4軒や借家の方の解体工事に行ってまいりたいと思います。ということでドローンいたします。ドローンということでね、午後からこちら4軒や借家の方にねやってまいりました。はい、今日はねキッチン周りやっつけたいと思います。ということでよろしくお願いします。はい、じゃあね、今日はねこのキッチン、まずこの壁と天井と、周りね、解体していきたいと思います。ということでね、また解体動画でつまんないでしょうから、今日もまたちょっと人間関係のね、ちょっと心理学も含めてお話ししようかと思うんですけど、いつもね怒っている人、いつも怒る人がそばにいる人の話をちょっとしようかなと思っております。はい、まずね、いつもね上司とか夫婦関係とか、周りにですね、家族とか友達とか、怒る人って、たまにいますよね。はい、何かやるとですね、そのやり方は違うとかね、例えば掃除したら3回雑巾拭きするのが当たり前だろうとか、洗濯物の畳み方はこうじゃなきゃダメだろうとか、お正月は、
お雑煮を食べなきゃダメだろうとか、まあもろもろいろいろね、なんていうか常識が足りないとかね言い出してですね、すぐプンプン怒っちゃう人いると思うんですけれども、まあそういう人はですね、まあいわゆる思い込みが強い方なんでございますよ。はい。まあこうあるべきだと、こうしなきゃいけないと思っておるわけでございますが、まあ前からお話ししてますけども、思い込みっていうのはね、非常に、体に害を与えることが非常に多いございます。はい。思い込みのおかげでですね、せっかくのビジネスチャンスを、失ってしまったり、人間関係を壊してしまったりするもんでございます。はい。まあ、犬は吠えるもんだと思っててもですね、吠えない犬もいるわけでございます。はい。ですのでね、まあ、なるべく思い込みはしない方がいいというのが一つなんですが、ただね、それをね、相手に言ったところでね、逆ギレされるだけなので、まず、すぐ怒る人ね、そばにいる人は、まあ、なるべくね、関わらない。はい。そして言い返さない。すごいですね。そうなんですか。じゃあ、ぜひやってみてください。つって、お願いしますって言ってね、その場を去る。なるべくやらしちゃう。はい。これが一つの大きなやり方でございます。はい。それとね、自分が怒っちゃう、怒りっぽいんですよねみたいな方いらっしゃると思うんですけども、これもですね、だから先ほど言った通り思い込みが激しいわけでございますね。はい。ですのでね、意外と簡単でございます。はい。何かね、怒るようなことが起こった時ですね、まあ前頭前野っていうね、人間の脳の、おでこの部分ですね、ここを意識しましてですね、今なんでこいつはこういうことをやらなかったんだろうとか、相手は、挨拶しなかったんだろうって言った時にですね、まあ、前頭前野を使って、何個か推論を、論理的に考える癖をつけた方がいいと思います。はい。そうするとですね、あ、そういうパターンもあったのか、こういうパターンもあったのかというね、人間には前頭前野というね、思考する、論理的思考をする、脳の部位がありますんで、それをですね、あえて 2,3 個考える、常にですね考える、癖をつけてみてください。そうするとですね、人間は怒りがスーッとなくなっていきます。はい。突発的な、反応をしてしまうからすぐ怒ってしまうわけでございまして、ワンクッションですね、常に考える癖をつけるとですね、人間は意外とですね、あれ何起こってたんだっけなっていう風になるパターンが多いでございます。はい。ですのでね、すぐ怒ってしまう人が周りにいる場合と、自分がすぐ怒ってしまう、パターンと、それぞれのね対処方法で、まあ、いわゆるネガティブなことはね、ネガティブなことを引き寄せますんで、なるべく怒らないというのが、一番いいことではないでしょうか。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。キッチンのね、壁と天井と、返しました。でね、こっちトイレのね壁も壊しました。はい、次ねお風呂やっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はねキッチン周りね、はい、壊しました。次回ね、お風呂の方のね壁ね解体していきたいと思います。ということで、全然あれだよ、風邪なんかひかないし、体調も悪くないし、絶対大丈夫ですから。はい、ということでありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月